こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、午前中に大根を刻んだのを揚げの中に入れて焼いたんですけど、それがあんまりもちもちしてなくってね、ちょっと期待していたのと違ったんです。それでやっぱし焼かないで煮た方がいいかなと思って煮てみました。こんな風です。大根を刻んでね、ネギと混ぜて揚げの中に入れて焼いたんですよ。最初大根餅みたいにふかふかになってもちもちになって美味しいかなと思ったんですけど、ちょっと期待外れというかもちもちにならなかったんですね。お刺身のつまみたいになったんですね。それでこれはと思って煮た方が絶対いいかなと思って煮てみました。そして煮たのがこれです。みりんと醤油とお酒かな入れて煮たらこんな具合になりました。なんか汁気を吸ってね、重くなりましたよ。それでね、せっかくしてみたので焼いた時と違って今度こそは餅みたいになったかどうか見てみましょうと思います。揚げの中に入れた刻んだ大根が大根餅のように揚げに餅入れて煮ることあるでしょ。ああいう風になったか見てみたいと思いますよ。大根餅みたいに。いや、大根餅のように刻んだだけでも餅みたいになったか見てみましょう。これ焼いただけじゃダメだったのでね、ちょっとようじを外してようじを外したら切ってみればいいんだね。切り口がほら、切り口を見てもらえばいいと思いますわ。その方がね、よくわかる。はい。大根刻んで揚げの中に入れて煮ましたよ。焼いた時はただね、揚げに入れて焼いた時はなんか刺身のつまみたい感じだったんですけど、今度はなんかもちもちっとしてません？煮たらやっぱしいいかも。食べてみます。いただきます。煮たら予想通りっていうかお餅みたい。こっちの方がずっと美味しいね。大根刻んで焼いたんですよ。揚げとね。でも煮たらすごく美味しいですわ。揚げの中に大根お餅入れたみたいな感じ、大根餅の食感になりました。すごいね。あれはつまみたかったのに。いただきます。揚げに大根を刻んで入れるときは焼くより煮るのがいいです。とても美味しくなりました。最初のも美味しかったけどボリュームがあってね、食べ応えも食感もあったけど、これはお餅みたい。高齢者にはこっちがいい。はい、プリンセスモナコでした。ありがとうございました。